熱田祭り。日本語虎の巻。はい、始まりました。日本語虎の巻、まきこです。虎です。このポッドキャストは日本語教師のまきこと高校生の虎とでお送りしています。熱田祭りがあるそうです。はい。なんかお祭りって夏だけどちょっと早くない？そうだね。まあでも6月って6月はちょっと早いと思う。さすがにあんま聞かんのは。まあ確かにね。でもなんか桜祭りとか言ったりするし、まあ別に。熱田祭りは何のお祭りなの？前もさ、一番最初にコロナ明けてはないけど、コロナが落ち着いて一番最初に花火大会が見れるようになったのが熱田祭りじゃなかった？違うか。名古屋港の花火祭り、花火大会？それって夏じゃないの？名古屋港って。いや、あれはもっと早い、5月。そうなの？あ、それはやっとったわ。なんか名古屋港のなんか音が聞こえた。さすがに先週ぐらいだよ。先々週か5月ぐらいでしょ、そう。なんか時期ずらしてるんだね。まあ普通7月だけど、まあ花火って別にいつでも見れるからね。まあね。あと5月も最近暑いからね。そうね。なんか昔のさ、7月とかこんなぐらいだったくない？ね、なんか全体昔の7月どうだろう。でもさ、例えばさ5月さ、逆にね、南半球のメルボルンとかシドニーって今もめっちゃ寒いんだって。へえ。だから4月ぐらいから秋が始まるって言ってて、もう5月で冬ってさ、早くないと思って。しんどいね。でも去年のうちらもさ、例えばもう10月の終わりぐらいからファンヒーターつけないとやってらんないぐらい寒かったじゃん。まあ、だから秋と春が短くなってるっていうことですね。そうだね。はい。地球温暖化爆心中ですね。はい。で、暑さ祭り？はい。熱田祭り、今みんな、知らないと思うんですけど。熱田神宮っていう名古屋で、一番大きいね。日本三大神宮だっけ？伊勢神宮。伊勢神宮、熱田神宮、明治神宮。まあそう思うと東海に2つあるんだね。神宮が。なんだろうね。昔、なんでだろうね。なんでそんな神宮が。なんで東海地方なんだろうね。京都とか大阪ならまだしも。そうだね。別に愛知に設置しなきゃいけない理由とかもないしね。まあいいや。はい。熱田祭り。今言った通り熱田神宮ってところで行われるんですけど、はい。もともとは平安時代の、平安時代に、疫病、要は、病気がすごい流行って、その病気を、昔の、おみこしじゃないんだけど、旗鉾っていう、なんかすごい変な、昔の、でかいおみこし、みたいなやつで、そう、お祓いをして、それで清めて、それを収めたから、旗鉾っていう。何それ？でかい、キノコみたいなやつ。あ、そうなの？そう。へー。めっちゃキノコで、これから見ると。旗鉾。見たことあるかもしれん、これ。見たわ。これ？違う。旗鉾。これ。こういう旗？違う、こういうやつ。なんかねぶた祭りみたいなやつね。そう、ねぶた祭り行ったことある人なら多分わかると思うんですけど。なんかなんて言うんだろうね、大きい提灯ばっかりついた、なんか傘の形、キノコみたいなね、形になってる、そういう出汁、またそれ。動くんだよね、それ、でっかい。とりあえず、そういう大きなね。そういうやつで。載せれたら、写真載せておきます。インスタの方とか、はい。ウェブサイトの方にも。で、それで疫病を退散した？昔も要はコロナみたいなのがあったってことだよね。で、昔はそんな医学とかが、今みたいに発達してないから、そうだね。だから、もう病気とかも神様が、示したからっていうか、そう、こうしろって言って、それで起こした
って思われてたから、まあね、ご祈祷によってこう直すみたいなね。それがこの暑さ祭りの起源だって江戸時代の書物に書かれているそうです。ね。で、なんか面白いのが6月5日って決まってるんでしょ？そう6月もう6月5日で、もう固定って。例えば名古屋の花火名古屋港の花火大会は海の日って大体多分決まってて、海の日っていうなんだっけな、そういう祝日があったんだけど、だから7月の第3日曜日ぐらいかな、だからいやまあ休みの日って決まってたんだけど、その花火がね、暑さ祭りってだって去年まではその土曜日とか日曜日だけど、今年月曜日でしょ。そうだね、月曜日だからあんまり人は多分来ないんだと思うよ。まあそれはいいよね。うん。月曜日にとかその日にち絶対指定っていうのが、月曜日から祭り行きたくないな。そうだね、なんか月曜日から祭りたくないもん。そうだよね。火曜日に有給が取れるサラリーマンとかだったらいいけど、学生はね。学生はしんどいよね。絶対休みたいわな。なるほど、面白い。それに友達と行こうと思ってるんですか？はい。はい。逆にだからこう逆に空いてるっていうか、大人とか、逆にちっちゃい子とかも来ないから、あとは近所の人しか来ないんじゃない？そんな月曜日からお祭りなんて。そうだね、近所のわかんない、俺らも近くのさ、とこでやってる祭りがたまにあるじゃん、9月とかに。だってあれ週末じゃん。あれ週末だけど、しかもあれは全国から来ちゃうよ。全国から陶器が好きな人が結構来てるよ。まあ頑張ってください。その次の火曜日を頑張ってください。本当にね。本当にね。多分すごい学校行きたくなくなるんだろうと思うけど、頑張っていきます。でさあね。はい。はい。ですね、暑さ祭りの話はこの辺にしておいて、ちょうど5月の終わりに私が一人で東京に行ってきました。一人きり。はい。トラ君が初めてのお留守番タイムでありました。そうですね。自宅にいて。ちょいちょいね、私が一人で東京に行くことはあったんですけど、おばあちゃん家に泊まったりとかね。あれ、お父さんとお留守番したことある？忘れた。多分あると思う。あったかもね。ね。そう。なんだっけな、留学生で、こっちに来てる、日本に来てる、生徒に、前々から会いたいなって思ってたのと、それと同時に、オハイオね、昔、私たちが、栃木県っていう、有名なのは日光東照宮とかあるところなんですけど、ちょうど東北地方の真下ぐらいにある、ギリギリ関東地方、栃木県っていうところに住んでて、でその時に同じアパートに住んでたマンションに住んでたアメリカ人の人がオハイオ出身の人なんですけど、その人たちがちょうど日本にまた遊びに来るということで会えないみたいな感じだったんで、ちょっとさすがに栃木までは行けないんだけど、東京でどうみたいな話にして、その留学生の子にも会いたかったし、1泊2日で行ってきたわけなんですけども、東京歩きましたね、この2日間。お疲れ様です。もう本当にね、すっごい歩いたわ。2日で3万歩ぐらい。すごいね。でもあれ1回2万4千歩歩いてってね、言わなかった？名古屋で2万4千歩いてたね。名古屋港とか。若い子は元気だね。だからあとね、暑さ祭り、前回は前回もそれも6月5日、6月5日にやってたわけですけれども、その日が、ちょうど日曜日だったんですね。そう。で、日曜日で、だから結構みんな、じゃあみんなで行こうよって言ってたんですけど、
まあ、やっぱ日曜日だから、やっぱみんな、ガーッと押し寄せるっていうかさ、いっぱい来る人がいるから、そう、だから結構混雑して、まあ、みんな花火まで見て帰ったんだけど、いやー、混んでたね。混んでたってことは歩数はそんなに？いや、もうだから、いやでも逆に、まあそうだね。そんなに歩数はないかも。歩けんでしょだって。歩けない。もう本当にね、すっごい。でもその熱田祭りの混雑っぷりが多分、まあ表参道を歩いたんだけど、うちらがいたところはそんなになんだ、まあ表参道っても大きなところだったからそこまでだけど、竹下通りってさ細かったじゃん。竹下通りがらしきものが多分ちらっと見えたんだけど、それはすごい人混みだった多分。あの細い道にもう隙間なく人の頭が見えたから、まあ、韓国のイテウォンみたいな感じ。あそこまでにはならないけど、さすがにぎゅうぎゅうにね。でも結構人がいた。そうなんですよ。東京、まあなんだっけ、今回本当に今はね5月 どうしてこんなに人が来るんだろうって思うぐらい、生徒とか友達とかが一気に日本に押し寄せてるんですけど、なんだろう、5月って世界中でホリデーなんですかね。わかんない。なんかみんな来るのね。なんでだろう。他の会わなかった生徒もいるんだけど、例えばコロラドから日本に来て、もう最終目的地はシンガポールなんだけど、小さい子供連れてるからシンガポール行くのってアメリカからだと20何時間かかるんだって。だからさ、日本からシンガポールでも7時間ぐらいかかるじゃん。そうだね。インドネシア近いからね。そうで、アメリカから日本ってまず8時間か10時間ぐらいかかるじゃん。プラスそこからトランジットとか入れてシンガポールまでってやっぱ20時間ぐらいかかっちゃうんだって。で4歳と1歳の子連れてたらさすがにきついじゃん。だからその往復で東京をちょっと観光するって言ったんだけど、その人たちもだから 2,3 週間5月に休みを取って行ってたのね。で友達でもそう日本にちょうど5月のそうだね半ばぐらいから来てたし、別の生徒も5月の2週目から3週目にかけて東京とか日本に来てたし、なので5月はちょっと生徒に会う友達に会う月間みたいな感じで、めちゃくちゃ忙しかったんです。はい、まあそんな感じでペイトリオンが間に合わなくてごめんなさいって言い訳させてもらってるんですけど、もう本当に忙しくて、なんでアメリカから人が5月にいっぱい来るんだろうって。でもそれだけじゃなくてオーストラリアの人たちも5月に来るっていう人結構多くて、日本の5月はなんか魅力的なのかな。わかんない。何にもないけどね。何にもないけどね。ゴールデンウィーク明けが狙い目と思って、みんなだってゴールデンウィーク明けに来るんだよね。だから来てる人が多かったかな。知ってる外国人の人だけで4人来たわ。わお4人来るんだね。でそのうちどこからですか？コロラド、オハイオ、あともう一人はヨーロッパから台湾行って、台湾から日本に来てるのがまあ5月。5月に日本に来るって、なんでみんな5月と思った。まあ留学生の子はもともと4月からいるからね、まあいいんだけど、まあそのせいかというか、もう今の日本ってもう4月ぐらいからなんだけど、多分もうずっと観光客で溢れてると思う。もうすごかったもん。もうね、日本語のがやっぱさ少ないっていうか、びっくりした。東京駅とかもそうなんだけど、あれ太宰府行った時って日本人少なかったっけ？太宰府って九州のめちゃくちゃスターバックスの中がもう全部中国語だったって言ったっけ？並んでる列が行けなかったけどね結局。そうスタバの中がもうほとんど外国人だったっていうのと同じような状況がもうどこ行っても、まあうちらが行ってるのが東京の観光地に行ってるから、渋谷とか原宿とか、それからチームラボっていう豊洲のチームラボっていうすごい面白い、なんていうのかね、プロジェクションマッピングみたいなののこう美術館じゃないんだけど展示のなんかめっちゃくちゃ面白いところがあるんですけど、
そこですら外国人の方が多かったからね。すごいね、なんか。チームラボはさすがに日本人かなと思ったんだけど、それでも外国人だったんでしょ。外国人のが多いです。日本語聞こえてこない。そうだね。日本語喋ってるのは私とその留学生の子ぐらい。喋ったんだ。その子は日本語をもともと来る前から結構喋れる子だから、まあ、そういう子にはもう 100% ずっと日本語しか喋らない私です。そうなんだ。だけどもう周りが結構なんか何人だろうか分かんないけど、まあ、英語を飛び交ってたり、あとは韓国語中国語がやっぱ多いかな。なんか一見日本人とかアジア人日本人が多いかなと思いきや、聞こえてくる言語とかこうよく身なりとか見ると、あ韓国人だねみたいなのとか、韓国の人とか、まあそうだね。そうが多かった。やっぱ東京、まあ他のところに行けばやっぱ八王子とか調布とか他のね、あとなんかなんだっけ、留学生の子が住んでるのは日野とかそういう辺とかさ、はやっぱり普通に日本人ばっかりで日本語しか聞こえてこないらしいけど、まあ、観光地はやっぱすごいってね。すごかった。東京駅もやっぱすごかったもん。でもさ、それについてちょっと一個物申したいんですけどいいですか。どうぞ。観光地は、だから外国人さんでこうアフリカやってるって言ってるじゃん。だから多分、まあ、東京だけじゃなくて、大阪のもう俺らが行った心斎橋とか、そうだよ。もう溢れ返ってるわけじゃん。わけだな。でもさ、名古屋城溢れ返らなくね。あれ名古屋、そうだからそう思ったの。東京ではもうほとんどここは日本じゃないんじゃないって思うぐらいなんか外国人の人ばっかだったのね。で新幹線もやっぱさ京都に向かう人とかいるから、まあちょいちょい外国人の人乗ってんのよ。まあだけど大体日本人なんだけど新幹線は。けど名古屋に降りて名古屋駅で初めてで、あと名古屋から家に帰る JR に乗りながら初めてここは日本だなと思った。100% 日本語になった。そこで。まあ、名古屋はやっぱ少ないね。名古屋ででも乗り換えたりする人がいるから名古屋ちょいちょい免疫の中は外国人いたよ。でもさ、外国語しか聞こえないことってさ、ないな。名古屋はないな。存在しないじゃん。熱田神宮行っても英語しか聞こえてこなかったよとかないね。熱田神宮で英語聞こえてきたら俺もう熱田神宮に外国人来ないと思うわ。明治神宮は行ったとしても、いや伊勢神宮は多分聞こえる。いるかも。そうやっぱ何回も日本に来てる人はもう京都とかそういう観光地が行くとこ行きたくなくて、なんか他のね、なんか千葉とか千葉の田舎とか他の田舎、日本の田舎を見てみたいという人がいて、いやーね、その子は名古屋に来てくれて、その子と何もない名古屋を楽しんでくれたんだけど、なんか田舎が好きっていうからありがとう名古屋みたいないやむしろまあジブリパーク行ったんだけどね。ジブリパークか。ジブリパークまあ中途半端と思ったけど、でもなんかやっぱさ日本の庭園みたいなのがあったりするから、そうなんだ。それはやっぱすごい綺麗っつって感動してた。ジブリパークより日本庭園に感動してた。で日本庭園行きたいんだったらさ、兼六園とか行った方がよくない？だからそういうとこも結構今人いるかもね。そう石川とかのさ兼六園とか、まああと日本三大庭園みたいなさ。どこかちょっと待ってね、調べるわ。なんだっけ、あったんだって。いやでもね今ね日本だって京都なんかもっとすごいって言って、まあ、行ったことないけど最近ね、なんか人数制限設けた方がいいんじゃないかとか言われてるぐらいだからさ、どうですか？すいません、ありました。読み方がわからないな。日本三大庭園。日本三名園だ。は、まあ日本を代表する3つのまあ日本庭園とか、ことで、偕楽園ってどこ？ちょっと待ってね。何その偕楽園って天国みたいじゃん。茨城県にある偕楽園っていうところがあるんですけど、へえ。まああとさっき僕が言った石川県の兼六園、あとは岡山県にある後楽園。あったかもしれんね。あれは名古屋にある白鳥庭園。何それ？熱田区のにあるなんか白鳥庭園じゃなかったかな。でだ？
あるんだけどさ、白鳥公園は中部地方最大級の規模を誇る日本庭園です。白鳥庭園、うん、そうそう、行ったこと1回だけあるんだけど、あと名古屋で言うと、もし庭園が好きならね、徳川園っていうところもあるじゃん。違いますよ。白鳥庭園で言いました。白鳥なんとかでしょ。白鳥ですよ。白鳥っていうんだ。熱田神宮のほんのちょっとすぐ前ぐらいにあるとこだと思う。で、そこの近くにある、蓬莱園だったかな。なんかすっごい、蓬莱軒かな。なんかめちゃくちゃ、日本じゃない。名古屋のひつまぶしが有名なとこがあるのよ。熱田蓬莱軒って。あった。熱田蓬莱軒本店とかいっぱいあります、ね。そう。まあそこはもうなんか有名人が多分すごい行くところ。まあでも、なんだろう、ひつまぶしは基本どこでも美味しい。まあね、蓬莱軒は基本うまいもん。そう。高い値段払って、あと行列で並んで食べる蓬莱軒よりも、まあ、普通のところで普通に入って食べてもう美味しいと思う。最近その理論にたどり着いた。そうだね。でもね、なんだろうね。で、俺はさ、やっぱ、まあ、こうずっとさ、愛知で育ってきたからさ、なんか、うなぎの食べ方って、だからひつまぶしじゃん。俺、それが当たり前だと思ってた。わかる。で、まあ、お母さんわかると思うけど、三重に行った時に、お茶が入ったやつを、お茶が入ったポットをね、そう、ひつまぶしの出汁ってポットでね、出てくるから、そう、この人は、お茶のポットを出汁だと思って、ご飯にかけようとしたから、ストップって、何してるって言ったら、出汁をかけたいってね。で、三重は、もう、愛知の隣なんだけども、三重になるとひつまぶしじゃないから。うなぎなんだね。そう、普通にうなぎとご飯のうな丼です。ひつまぶしって俺らだけなんだと思って。そう。もう当たり前としか思ってなかったから、じゃあ、母さんだってあれじゃん、まだ見てきたっていうかさ、いろいろ。まあ、ひつまぶしを食べ始めたのは、まあそんな、まあ普通に、いつもうなぎ屋さんに行ってたから、うなぎ食べるときって。で、ひつまぶしは結構大人になってからしか食べてないから、普通のうなぎも知ってる。俺はね、まあ、生意気なことに、まあ子供の頃からって言ったらあれですけど。でも生意気、どっちがいいかは分からんよ。別にひつまぶしは高級品ではないからね。いや、高級品だろ。うなぎの量で言ったら、うなぎの、普通のうな丼の方が多いんじゃないと思う。いや、でもどっちにしろ、うなぎだから高級だろ。まあね。じゃあ、それを言ったら、まあ東京の話どこ行ったってなるけど、なんだっけ。名古屋ってさ、ほら赤味噌がスタンダードじゃん。そうなのね。そう。それ、まあ岡崎近いからね。まあね、でも名古屋ってほら前も言ったけど赤い味噌汁、赤味噌の味噌汁がスタンダードだし、あとなんだったらうちのさ家庭でうどんって言ったら味噌煮込みしか出んかったのよ。で、わかるかな海外の人、味噌煮込み。ね、味噌煮込み。ほんと、この何もない名古屋に来てください。で、まあ、食べ物はね、美味しいんだけど。そうね、味噌がいっぱいある、ね。そう、味噌汁とは違うんだけど、味噌の、うどん、味噌の、こう、だしのスープで煮込んだ、熱々の、もう、ぐつぐついったうどんがあるんだけど。ちょっとやべえ、久しぶりに食べたくなってきた。味噌煮込み？じゃあ、それ、うちさ、うどんって言ったら、もう、ばあちゃんがさ、味噌煮込みしか作らんかったのよ。なんでだよ。じゃあ本当にだからそれこそ子供の頃からもうそれ洗脳されてるから、今日うどんだよって味噌煮込みねって言うから、もううどんって味噌煮込みしかないと思ってて、どうやら聞くとじいちゃん私のお父さんあなたのおじいちゃんが、まあ、味噌煮込み大好きだったらしくて、うどん屋って行くともう山本屋総本家っていう味噌煮込み有名なとこがあるんだけど、そうなの？そうもうそこか家の味噌煮込みしか出てこないから。待てや。その山本屋総本家。お高いですか？いや、普通だよ。でもまあ、味噌煮込みが名前からしてさ。まあね。そうじゃん。まあ、安くはないけど、別にすっごい高級ってわけでもないと思う。なるほどね。で、味噌煮込み食べ過ぎて、でもう味噌煮込みがうどんだと思ったの。で、ある日、こう、三重の普通の、なんか、それこそ、神社に初詣に行った時に、普通の白い出汁の、うどんが出てきた時になんだこれはって思って自分でね、それ高校生ぐらいの時かな、何このうどんって言ったらお母さんがこれ普通のうどんだよとか言って、普通のうどんって何って言ったら
じゃあ味噌煮込みじゃなくて、これはなんか普通のお出汁のうどんって言って、何これ家で作れるって言ったら別に当たり前じゃんってなって。味噌煮込みの方がむずいからね。どっちかっていうと。そうそう。だけど味噌煮込みがずっとスタンダードだと思ったから、そのシンプルなうどんを知らなかったの。普通のお出汁の味を。だから逆にあれだ。なんか標準語じゃなくて、だから日本、なんだ、急に、関西弁方言の話になると、皆さんチェックしてみてくださいね。方言の話。ね、はい、ぜひチェックしてみてくださいなんですけれども、方言は、だから、ずっと関西弁ばっか聞いてたら、だから、東京の標準語とか聞いたら、なんだあれ、なんか変な喋り方しやがって。それよくあるあるだね。そう、みたいな感じで、なんか、スタンダードが、やっぱ、どこかってかなんか違うと、こうやっぱ違うって節はあるかもね。そう。それでちょっとカルチャーショックを受けて、マジかって。そしてこのシンプルなうどんはなんだみたいな風になって、その普通の味のうどんが好きになって、で、もう、お母さんに味噌煮込み一切禁止令を出しました。いや、俺は味噌煮込み食べたいよ。でしょ？それはもともと、今食べてるのが、あれだから、味噌煮込みじゃないから、味噌煮込みが好きなのよ。味噌煮込みばっか食わせられてみ？いやでもね、やっぱ物事には適切な量ってものそれはあるよ、それはある。それで言ったら究極だけど、でも、いや、どっちなんだろうね。バラエティにこう全部なんていうかな、平均的にいろんな種類のものを食べてたらいいかもしれない。ただなんか全体的に我が家はなんかこれは出ないっていうのはよくあったかもしれない。僕のおじい様、そしてあなたのお母様が、おばあ様とかね。お父様が、ね、とうちのお父様ね。あなたのおじい様がね。そうそう。すごくわがまま。食の全権を握ってらっしゃったので、それに従うべく、料理が提供されていたということですね。はい。なので、何の話？やばいよ、今日。でもなんか東京駅のさ、近くに、東京駅ってもう今すっごい広いんだけど、空港みたいに広いんだけど、だからそこの中にもいっぱいフードコートじゃないけど食べるところがあって、なんかある一定の場所が名古屋ゾーンになってんのね。なんか鶏肉、名古屋のなんか使った鶏肉を売ってのレストランがあったり、ヤバトンあったもん。名古屋コーチンってやつ鶏肉って。そう。鶏肉って違いわかる？わからん。でしょう。何がいいの？全くわからん。ぶっちゃけ名古屋コーチンとオーストラリアで食べる鶏肉の違いもわからん。でしょう。あとインドネシアの鶏肉もわからん。でもスーパーに売ってるうなぎのかば焼きと、お店で焼いたうなぎのかば焼きは全然違う。焼き方が違う。炭で焼いてるじゃん。ブヨブヨだからね。そう。普通のグリルで焼くとね。そうね。で、何の話？そうヤバトンがあったり、じゃあなんで東京で名古屋を売ってるって思ったけど、いろんな、いいでしょ別に。いろんな地方のものが売ってて、なんなら留学生の子に紹介したの、豊洲で見つけた大阪の鎌倉ラーメンっていう大阪の有名なラーメンを。だからなんか東京はいろんなものが溢れてる感じだね。東京のものってもうよくわかんないわ。東京は、人がいっぱい集まってくるからこそ、首都だしね。しかも。まあね。だから、そうだね。だからいっぱいいろんなさ、どこのご飯とかが寄ってくるっていうかさ、そうかもしれないね。集まってくるんじゃないの？わかんないけど。そうかもしれないね。そんなわけで、東京の話から食べ物の話になったけど、これはちょっとね、東京の話もまだしたいんで。そうなの？したいの？いや、なんかあった？聞きたいんで。もうないよ。もうないですか？あんまない。でも、そうだね、タワーレコードに行ったぐらいと。それは、じゃあ、いつか別の機会でお話しするということで。はい。お楽しみに。いや、タワーレコードの話、ごめんなさい。何もないです。何もないのね。違う、ね。知らないから。タワーレコード、K-POP がすごかった。なるほど。K-POP 今流行ってるからね、本当に。そう。タワーレコードの K-POP、5階のフロア全体がもう全部 K-POP になってたってぐらい。K-POP 好きの人とかさ、俺の友達とか K-POP 好きが多いんだって。本当。で、K-POP 人気だね、今。なんだっけ、
お母さんが見せてきたやつ。ちょっと待ってね。ストレイキッズ。ストレイキッズだ。そう。それが、スキズって言うんだって。そう、スキズ。なんでストキじゃないの？もう知らん。あとね、13人しかいないのに、セブンティーンっていう名前のなんか。まあさ、そんなこと言ったら、キングヌーなんて、なんでキング GNU なのに、ヌーなんで、じゃだあキングヌー英語で書くとヌーって GNU なんだよ。キモ。キモくはないわ。なんかさ、まあ、いっぱいあるじゃん。そういう略し方の違いとかさ。まあ。で、何ストレイキッズが何？ストレイキッズが何？まあ、それがね、の写真を見せてなって、これがあったんだってって言ったら、えって、待って、それどこって言って。タワレコ、東京だけど。渋谷の。そう。って言ったら、うわーって、そっか、つって。うわ、めっちゃ行きたいっつって。もうね、すごかったよ。0時。ワンフロア全部でしょ？ワンフロア全部。しかもすっごいでかいフロアだよ。東京のタワレコだから。そう、ハマる人はすごいハマるから。何がいいんだか全然わかんないんだけど。でも、もうアニメイトの行列よりすごかったよ、レジ。もう、あのフロアの端から端までぐるーってもうレジに並んでたもん。なんかすごいなと思って。なんかその時、なんかストレイキッズの新しいアルバムが出てたんだって。まあ、ということで、まあ渋谷のタワレコの話はそれぐらいしかないです。はい、全然ないんでね。まああとは原宿のワニマの聖地に行ってきました。はい、この話分かる人誰もいません。はい、もう終わりましょう。はい。ということで、5月に観光客が日本に押し寄せた話でした。はい。皆さんもしかしたらこれを聞いてるリスナーの人ももしかしたら私たちも5月に日本に行ったよっていう人がいるかもしれません。なんで日本に5月にみんなまあ今も来てると思う。もう年から年中来てると思う。まあ多分そうだと思うよ。多分そうだと思う。まあいいんじゃないでしょうか。観光業が盛り上がっていいことだと思います。はい、それではこのウェブサイトじゃなくてこのポッドキャストの何を言ってるんだ。はい、ちょっとね最近本当に5月疲れすぎてスクリプトが作れなくて本当申し訳ないです。忙しくて。だからそれでちょっと動揺してますけど、はい、このポッドキャストのこのエピソードの待って一回深呼吸しよう。はい、このエピソードのスクリプトもウェブサイトの方から見ることができます。はい、動揺してますが追いついていたら見ることができます。それからYouTube の方も追いつくように頑張ります。それからあと何かありましたか？インスタグラムのパトロンの方は今停止してる。そうですね、ちょっとパトロンまで回らなくなってしまったので今6月5月一緒にして動画を上げたいと思っているのでしばしお待ちください。はい。それからインスタグラム再開しています。エピソードにまつわる写真など、それから東京で撮ってきた写真なんかを載せようかなと思っていますので、よかったら皆さんフォローしてみてください。はい、チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では次回もまた聞いてみてくださいね。誰か大物ゲストが来るかもね。